トゥモローチルドレンでは、島のレベルデザインと、あと後半はプロデューサー作業をさせていただいていた石津です。よろしくお願いします。私は、マリーと申します。父市の、島のデザインをやりました。はい、島のデザインはもともとトゥモローチルドレンってそのボイドっていうその海みたいな地面のところに溶け込んだ人の精神とかイマジネーションみたいなところからベースにその島ができているっていうテーマがあったので、なのでその当時の人たちがイメージできる範囲でなんかいろんなものが混ざった現実的なものがちょっと非現実な表現になってたりとか、そういうリフォルメとかがうまく入ったようなものをテーマになるようにしてました。そう、なんかデザインのは、やっぱりなんか一番メインのは夢みたい、となんか時々はなんかちょっとシュレアルの、なんか気持ちでやりました。時々はビジュアルは、メインでした。時々は意味があったと、デザインの考え方はやっぱり、どんな形でなんか見るは楽しい、そこに登るは楽しいは、その気持ちを作りたかったね。寿司の島ができた時は一つ目はまずフォルムがいっぱい浮いているっていう風なのが面白そうでした。でその寿司っていうテーマもその当時その向こうの人たちがなんか噂とかで聞いたっていう寿司っていうものってこんなものみたいなイメージからこんなデザインになるだろうみたいにしてました。で最初は本当に寿司を横に並べたりとか山積みにしてたんですけど、それだとやっぱりゲーム的に面白くなかったんで、レベルデザインしていく上でトゥモローチルドレンとしていろんなそのボイドのパワーとか、ツールとかを活かせるっていうような形で今のその浮いている形状とかっていう風にもしてました。今の通りはなんかデザインはなんかビジュアルは大事けど、やっぱりゲームプレイはなんかもうすごく考えました。時々はもうちょっとなんか深いの意味があるけど、時々はやっぱりなんかどうやってなんかそれを楽しくにする、もうなんか考えがあったんだね。トゥモローチルドレンの島はもうマヤとかその 3D エンジンとかをベースに作るっていうのじゃなくて、このトゥモローチルドレンの世界でプレイヤーが実際にその地形を削って遊ぶのと同じように、レベルデザインをしている人もその島の元になったものに穴をどんどん掘っていって手でこう開けていくっていう風な形で中の洞窟をデザインしたりとか、地形にいろんなものを足していくみたいなことをしてました。アーティストのために、それはマイアート Z ブラシは、基本的に形を作りました。あとではやっぱりなんか他のゲームよりはテクスチャーは普通にできなかった。どこでも彫れるだから、それはなんか自家のなんかシステムでこの色をつけました。なんかゲーム中でつけました。なんで結構もう思い通りにならないことがすごく多くて、思ってた通りじゃない形に穴が掘れるとかってなったらまたちょっと周りのところも掘って整えたりとかっていう風なのをしてたんですけど、それがあったからその結構ユニークな手彫り感があるというか、手作り感があるそのディティールがいっぱい作れたんじゃないかなって思ってます。一番好きなのはあれですね、顔とミサイルの島です。あの島は一番最初トゥモローチルドレンの形になって島を作り始めて最初に作った島なんですよ。なんで結構その当時の共産主義みたいなテーマが色濃く反映されてるんですけど、形状も結構斜めになっているところとか、顔の中のいろんなところから出てきたりとか、構造も面白かったんで結構あれは楽しく一番最初に作って、あれをベースにいろんな島をそこから発展させていったっていうのがあるんで、僕は一番やっぱりあの顔の島が好きですね。私は難しいいろいろないい島があるけど、なんかやっぱり作るのは多分
まあ一番私はタコは一番大好きだから、まあ、タコの島と、まあ多分コマ。どうしてこの島、まあ私もちょっと原片を触ってみました。だからこの形をどうやって楽しくにする、なんかプレイヤーはどこに行く、なんかどこに触れる、どうやってこの形、このモデルを楽しくにするは、すごくそれを考えるはすごく楽しかった。ではありがとうございます。はい、ありがとうございます。